はい、どうも藤井です。自分が洋楽を聴き始めてしばらく経ってきた頃、最初はリアルタイムの現役のバンドばかり聴いていたんですけど、次第にそのバンドたちが影響を受けたという過去のバンドに興味を持つようになりました。それで、当時80年代末から90年代初めでしょうか、自分は前回の動画で紹介したようなネオサイケ系のバンドが好きだったので、本家の1960年代のサイケデリックロックを聴いてみたいと思うようになったんですね。しかしサイケデリックロックといっても多種多様でわけがわからない感じでした。そこを何年もかけて徐々に好きになっていった感じです。で、とっつきにくそうなジャンルであるサイケデリックロック、入門はこの辺りから入ってはどうですかっていうアルバムを自分なりに選んで紹介することにしました。それで何回かに分けてやりたいんですけど、初回の今回は入門の入門という感じで、マニアックなサイケに手を出す前にこの辺りのメジャーどころは聞いておきましょうみたいな、そんなノリで選びたいと思います。なので有名な作品ばかりになり、サイケ好きの方からしたら肩透かした内容だと思いますので、その辺りはご了承ください。まず最初に紹介するのはザ・ビートルズマジカルミステリーツアー。これは1967年に発表されたマジカルミステリーツアーというテレビ映画のサントラとシングル曲を収録したアルバムになります。さまざまな楽器を使用したカラフルで実験的なサウンド、それでいて聞きなじみのあるポップな曲が多く収録されています。サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドと近い時期に作られていて、近いサウンドのアルバムで、どちらを選ぶか迷ったんですけど、正直どっちでもいいです。どちらも最初のサイケアルバムとしておすすめですね。個人的には特にストロベリー・フィールズ・フォーエバーと I am the Walrus、 この2曲がもう最強だと思っているので、このマジカルミステリーツアーかなと。続いてはジェファーソン・エアプレインシュールレアリスティック・ピロー。1960年代後半のアメリカ・サンフランシスコはヒッピームーブメントの中心地でした。そのサンフランシスコのサイケシーンの代表的なバンドがこのジェファーソン・エアプレインです。Somebody to Love は大ヒットした有名な曲で、耳にしたことがある方も多いと思います。このアルバムから加入したボーカルのグレイス・スリックは女性ロックボーカルの草分け的存在ですね。曲的には意外とフォーキーな曲が多いのですが、全体にもやがかかったような白チュームのような雰囲気があります。そんな中で Somebody to Love、 ホワイトラビットといったシングルヒットした曲はグレイス・スリックのボーカルが強い印象を残します。続いてはザ・ドアーズです。ザ・ドアーズはアメリカ・ロサンゼルスのバンドで、1967年にこのアルバムでデビューしています。ベースレスの編成で、キーボードのレイ・マンザレクが左手でベースパートを演奏するのが、このバンドのサウンドを非常に特徴的なものにしています。そして何といってもジム・モリソンのボーカルですね。彼の書く歌詞はそれまでのロックではあまり見られなかった内面に深く入っていくような文学的で難解とも言えるもので、時にそれがドラッグを想起させたり反社会的だと捉えられました。ライブにおけるインプロビゼーションとジム・モリソンのパフォーマンスは、シャーマニック、神がかりまたは悪魔的なものだと言われました。それはこのアルバムの最後に収録された11分にも及ぶThe End を聴けば感じることができるのではないかと思います。続いてはピンク・フロイド夜明けの口笛吹きですが、これは単体で動画を作っているので、詳しくはそちらをご覧ください。簡単に紹介しますと、ピンク・フロイドはイギリスのバンドで1967年にデビュー。このアルバムがファーストアルバムです。初期リーダーだったシド・バレットの得意なセンスが発揮された唯一のアルバムです。シド・バレットの作る奇妙な歌詞とメロディー、後にプログレッシブロックへ発展する実験的なサウンドは、当時のイギリスのロックシーンの中でも際立って変だったのではないでしょうか。次はクリーム。
ディズレーリギアーズ。邦題はカラフルクリームですね。クリームは1966年にイギリスでジンジャー・ベイカー、エリック・クラプトン、ジャック・ブルースという、非常に実力のあるミュージシャンで結成されたバンドでした。当初はエレクトリックなブルースを演奏するバンドとしてスタートしましたが、ほどなくライブでのインプロビゼーションなどで、ロックを新しい地平へと導いていき、1967年のこのセカンドアルバムではサイケデリックな要素の強いサウンドになりました。この、歪んだギターによる、ハードなサウンドが、後のハードロックなどに多大な影響を与えています。続いてザ・ベルベット・アンダーグラウンド&ニコです。ベルベット・アンダーグラウンドはルー・リードとジョン・ケールを中心にアメリカ・ニューヨークで1964年に結成。ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルに見出され、ウォーホルのプロデュースで1967年にデビュー。その際ウォーホルの周辺にいたモデルのドイツ人女性ニコがボーカルで加入します。ザ・ベルベット・アンダーグラウンド&ニコとしてこのファーストアルバムを発表しました。ドラッグや同性愛といったタブー視されていた事柄を歌い、サウンドは時に非常にノイジーでありながら美しいメロディーの曲も多くありました。雑音としか言えないようなギターサウンドやエレクトリックビオラによるドローンはポピュラーミュージックから逸脱したアバンギャルドさがあります。彼らは特にパンク以降のオルタナティブミュージックに大きな影響を与えました。続いてはザ・バーズ、フィフス・ディメンション。ザ・バーズは1964年にアメリカ・ロサンゼルスで結成され、1965年にデビュー。フォークロックというジャンルの代表的なバンドで、1966年発表のこのサードアルバムでもいくつかの曲は従来のフォークロックサウンドですが、サイケデリックロックの先駆け的な曲が多く収録されています。中でも特に8 Miles High は初めてヒットチャートに入ったドラッグソングだと言われています。インド音楽とジョン・コルトレーンに影響を受けたというその演奏、特にイントロのむちゃくちゃにしか聞こえないギターソロから美しいハーモニーに切り替わるところは、最初聞いた時衝撃的でした。今回紹介した中ではロックの名盤みたいなので上がることの少ない作品だとは思いますが、サイケデリックロックという点から見れば非常に重要なアルバムだと思います。で、今回最後に紹介するのはザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス Are You Experienced です。ジミ・ヘンドリックスは1963年頃からさまざまなアーティストのバックバンドにギタリストとして参加。1966年にイギリスに渡りザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスを結成。1967年にこのファーストアルバム Are You Experienced を発表します。ファズで激しく歪んだギターの音色、フィードバックやアーミングを多用するトリッキーなギタープレイ。明らかにここでロックのサウンドに革命が起きたんだと思われます。基本はブルース、R&B に根ざした楽曲をやっているのですが、なんでなんでしょうね。もういつ聴いても斬新な感覚があるんですよね。はい、今回は以上8枚サイケデリックロック入門ということで選んだんですけど、なんか普通にロックの名盤8選みたいになっちゃいましたね。それぐらいこのサイケブーム期の1966年から68年頃のロックが革新的で、後の時代への影響力が強かったということだと思います。ウィキペディアで見てみると、サイケデリックロックとは1960年代後半に発生し流行したロック音楽の派生ジャンル、主に LSD などのドラッグによる幻覚をロックとして再現した音楽のことを指すとあります。ドラッグとかいうと反社会的で危ない印象を受けるかもしれません。しかし現在のロックに属する音楽のほとんどがサイケデリックロックから枝分かれしていった先にあると自分は思っています。なのでロックが好きでそのルーツ、歴史に興味があるなら避けては通れないジャンルです。また
ポップミュージックの一形態でしかなかったロックンロールがカウンターカルチャーとしての意味合いを強くしていく過程もこの辺りの作品に色濃く出ていると思います。まあそういった歴史みたいな話はもう長くなるのでこれぐらいにしますが、この1966年から68年くらいの時期にロックの音楽性の幅が爆発的に広がったのは間違いないと思います。今回はそういった中から一般的評価の高い人気の高い作品を中心に紹介しました。次回はぜひもうごく個人的に好きなサケ名盤みたいなのもやりたいですね。はい、ではご視聴ありがとうございました。